総理を狙う76歳アゲーンと、河村たかしでございます。お久しぶりでございました。まずですね、いろいろ自民皆さんの聞いとってですね、どうもね、それだけ公開言うならね、なぜ電子決済しないんですか、根本的に。なんかあんたたち、俺たちは上級国民だと思っとんじゃないの、これ。不思議ですね、これ。この間、本会議で、総理の話も聞いておりましたけど、マイナンバーカードとかね、マイナンバーとかね、あれは共産主義ですよ、あんなのは。なんかね、経済取引、断言はしませんけどね、今のところは。なんか経済取引をもやっていくようなですね、これ、福祉との関係があって、そういうことに匂わせといてですね、国民にはですよ、これ、なぜあなたたち電子決済しないんですか、これ。いっぺんに終わりじゃないですか、それで。公開って。じゃないということで、とりあえず今日はちょっと呼んでありますんで、国会図書館にじゃ各国のその政治資金というのが、これちょっと公開とはまだちょっと電子決済だとちょっと違うんだけど、キャッシュでどこまでやっとっていうところはちょっと呼んでありますんで、ちょっと聞いたてまいんですか。米英独仏を対象に調査いたしましたところ、アメリカでは100ドル、1万5000円、ドイツでは1000ユーロ、16万4000円、フランスでは150ユーロ、2万4600円を超える寄付は、現金によるものが禁止されております。以上でございます。河村君。ということで、その電子決済とはちょっと違いますが、やっぱり現金というのは、抑えてあるわけですわ、これ。ね。で、ちょっとこの立憲さん、これはちょっと答えれんか分からんけど、文通費の方の時にね、私、立憲さんに文書で出してくれや、ちゃんと議論する言ったもんで、文通費も電子決済したらどうだと、ほな、いっぺんに終わりじゃないですか、ほんで。そのガタガタ言われんでもね、国民の皆さんから言われんだって、電子決済の即時公開ですから、それをやってくれと言ったんですが、それについて文書で出てきたら、ちゃんと協議しますと、これ、文通費の方ですけどね、言ってましたけど、それ、何にも返事もクソも何にもあらへんがな、これ。あれ、どうなったんですかね、あれ。答えれたら答えてください、これは。すみません、今、私としては初めて伺った話なんで、きちんと検討しているとは思いますが、いつとかという話は、私からは、存じ上げたのでお答えすることできません。すみません。こっちは政治献金の方ですと言っても同じようなことですけどね、だからそういうことを言っても、その話題にも広がっていかんわけでしょ、これ、結局。だから5分しかある専門なので、とりあえずどうしようかな、まず自民党、小泉さんに、QR でやったらどうですか、いつまでこのためらい傷を作っとんの、どう考えてもなんかやましいことがあると。そういうふうにしか思えんですよ。ほんで、ネットで公開したらネットで公開したら、インチキなことやっといて、ネットで公開したって、その負担にもならんですよ、本当に。でしょう。どうですか、小泉さん。自民党提案者か。まず、さまざまな点について、大変刺激的なご発言が多くありましたけれども、マイナンバーが共産主義だっていう考え方は、私とは相入れないという前提と、今回、公開をちゃんとやれっていうのが河村先生のご指摘だと思うんですが、今回の委員会の審議を聞いていただくとですね、むしろ我々は公開を大事にしているから政策活動費は全廃しますと、ただ、政党の活動の中には、公表の工夫が必要なものも一定程度はあるという前提で、公開方法、工夫支出を提案をしましたが、それは今回、修正案という形で、やはり皆さんのお考え方と一緒になって、今回は歩んでいこうということになりました。ただ、委員会の審議の中で、先ほどの福島委員のご発言もそうですけれども、やはり今回の自民党の提案は、誠実だった、別に悪意を持って公開を工夫する必要があると言ってるわけではないというご理解も、一定、この委員会の中では広がったことも事実であります。ですので、公開が大事だという方向性については、河村先生と同じだと思いますけれども、まずこの委員会で、今日はこの後採決ということでありますが、共に政治改革を前進をさせる
ということが大事なことだと思っております。まあ、そこまで公開言われるならね、なぜためらうんですか。市民に向けてはマイナンバーカードやなんかで取引をやる可能性があるようなことを匂わしておいて、自分たちだけなんでやらないんですか。こんなのすぐできますよ、それは。まあ、QR コードないし、ペイペイとかもいろいろありますよね、これ。瞬時に出ますんで。これは国民の皆さんも安心すると思いますよ。あ、これで本当に完全公開になったなとなると思いますんで、まあ、返事をなんかする言ってましたんで、そちらにしてます。まあ、これで終わります。お答えいたします。政党の、政党及びその政治団体、その政治活動って、要は活動内容もさまざま、支出もさまざま、おっしゃるように、QR コードで電子決済をして、支出も電子決済、そして収入も、先ほど国会図書館が話ありましたように、振り込み等にすれば、自動で収支報告書が作成できた、あるいは記録が残ってチェックができる、その委員のご趣旨には、私も共通するところあると思いますけど、ただ現状、私の自身の政党支部の活動を考えても、やはりどうしても紙で領収書をもらったり、あるいは現金でどうしても支出せざるを得ないことも事実でございます。ただ、簡潔に願います。先立ての通常国会で政治金パーティーの対価の支払いについては、現金振り込みを我が党各会派で議決をして、それについては振り込みが義務付けられているところでございます。はい、終わりますが、はいとにかくなんかためらっとるとしか思えんね。だめですよ、これでは、と思います。